はい、どうも、てるんです。本日なんですけども、寒いねー。もう、ほんと寒い。でも、そのおかげで、なんていうか、本格的に鍋のシーズン到来っていう感じですよね。ってなった時に僕、一度前に、豚骨鍋を作ったんですけど、あれがまあ、美味しかった。で、あれから月日も経ちまして、以前、二郎系ラーメンの夢を語れさん。その夢方さんのスープの取り方であったり、チャーシューの作り方であったり、そういった知識も入ってきたので、今一度豚骨鍋をパワーアップさせたい。でもちろん今回もチャーシューを鍋の具材にしながらというわけで早速それでは作っていきましょうか。本日なんですけども、豚骨鍋ということで、まずは一番時間のかかるスープからそちらから取っていこうと思うんですけど、僕のスープは豚の頭の骨を使います。で、この後その豚頭がボンと出てくるわけですけど、脳みそつけっぱなしです。ちょっと見るの苦手だなっていう方はちょっと時間を飛ばしてもらった方がいいかもしれないです。下に記載の時間まで10秒スキップをバーッと押してもらうか、多分コメント欄とかそういった場所に時間を記載しておきますので、そちらをポンとタップしてもらって飛んでもらうとか、なんかそういった対応をよろしくお願いします。では早速スープ作りから参りましょう。それでは本日のスープの材料となる豚頭さんの登場です。はい、みんな大好き豚頭で、今回のもいつもと同じく栃木県産の豚頭ですね。で、もともとはこういった形の一つの頭蓋骨をもう注文の段階で半分にパカッと割ってもらってます。なので内側に見えるこのクリーミーな部分が脳みそですね。で、一応1時間ほど水にさらして全体的にこう血抜きをしてあります、すでに。で、まずはこちら目ん玉、これスープを汚す原因にもなると思うので、まずそちらから除去していきたいんですけど、これに関しては包丁じゃなくハサミ、これが一番簡単かなと思います。今のこちらの豚頭の向きとしては、今ちょうどこういう向きですね。だからもうこっちに見えてる分は豚の頭の右半分です。で、こちらの右目と脳みそがこうつながってるので、視神経というかそういったもので、まずはそれを断ち切りたい。ここの隙間から覗くとつながってる部分が見えますので、そこを大胆にバスンと。ここを切ってあげると目玉がこうクリッと出てきますので、ちょっと扱いやすい。で、あとこれまぶたっていうのかな、なんかそういったものでこう全体がクリッとくっついてるので、その接着を切ってあげるだけ。ちょっとこうまぶたなんかを引っ張ってあげながら、これで目ん玉ゲット。で、こちらの目ん玉に関してはもうお役御免。以上これにて煮出し前の下処理は終わりましたので、いよいよこちらを煮出すだけで、やっぱり豚骨スープですので、もう毎度のことながら、はい、一家に一台。はい、そして豚頭ドーンで、お水ダバーで、一応今の寸胴の状態としてはこういう状態です。一応メモリー的には12リットルぐらいです。じゃあこちらを火に当てまして、マックス火力で、じゃあだんだんと沸いてきましたので、アクが出たら順次取りつつ、本格的に沸騰してきましたら、さらに真っ黒いアクがブワッと出てきますので、これはまた氷山の一角ですね。で、もう間もなくすると、今回の豚頭から脳みそが外れて、上にコポンと浮いてきます。で、この脳みそが甘い香りだったり味を出してくれるので、その脳みそはすくわないようにアクだけを取るような感じで。で、このアク取りの作業はだいたい多分30分ぐらいで終わると思います。この間も火力は常に強火。で、アクをすくい続けて約30分。あともうちょっとって感じですね。で、今水かさ的には10リットルのメモリーにあるんですけど、これをこの後もう強火でずっと火にかけながら、この10リットルのメモリーが3分の1になるまで、だから3リッターちょっとくらいまで、そのくらいになるまでアクを取りつつ、ぐらぐら炊いていきます。で、この後ずっと炊いていくと水かさが減って豚頭が上に出てくるんですけど、そうなってきてももう何もかも強火でガンガンいきます。だいたい1時間半から2時間くらいかな、この量なら。ではまた皆さん1時間半後にお会いしましょう。はい、これにて一発目終了ですね。で、一度こちらをこして、これにて一発目のスープ完成。で、僕のスープはこれを2回繰り返しますんでね。で、今のこちらの寸胴の中なんですけど、今もうこういう感じになってます。骨がボロボロで、もし1回目の炊き上がりの時にまだ骨が砕けてない場合は、だいたいこんな感じで骨にひびが入ってると思いますんで、ここをトンカチでガーンってやってもらったりとか、もう普通にこれってすれば取れますので、こんな感じでちょっとボロッとさせてもらって、今再びお水をダバーで、今水量のメモリはさっきと同じく10リッターのところですね。
それでは再びイグニッション。沸いてきたらアクを取って、また水量が3分の1になるまで。でこれにて2回目終了。これで2発目のスープ完成。じゃあ出し殻戻して、でお水でここから3回目の煮出しに入っていくんですけど、ここをちょっとアレンジしたい。今までだったらまだ10リットルほど入れて、で3リッターまでバッカバカ沸かすっていう感じだったんですけど、今ここにだいたい12、3リッターくらい入ってます。なんでかというと、こちらのスープの中で豚バラを煮たい。そうです、こちらが今回のチャーシュー用の豚バラブロックです。僕もチャーシュー何回も作ってきましたけど、僕のチャーシューってこっちのスープじゃなくて、これとは別にチャーシュー用の醤油ベースの煮汁、そちらを作ってそちらで煮るので、結構醤油とか消費するんですよ。大量に使いますんで。でもこの作り方なら醤油があまり無駄にならない。後で醤油ベースの漬けだれ、そちらを作りますんで、煮込んだ後の豚バラをそこに漬け込む感じですね、今回のは。まさにあれです。以前レシピを教えていただいた夢方さんのやり方ですね。じゃあスープは一度置いといて、チャーシューの仕込みに入ります。で一応今回の豚バラ肉の部位的に、豚バラっちゃ豚バラなんですけど、豚バラのブロック肉って大体こういう形をしてて、この形のものが左半身と右半身で、あばら骨があった場所というか、その部分がこういう形で入ってるので、今回のこっち側で言うと大体この辺で、こっち側で言うと大体この辺で、チャーシュー用の豚バラを選ぶとき、もちろん豚によっても変わってくるんですけど、一般的にこっちの頭に近づけば近づくほど油が強くなってくるので、僕みたいに油に狂ってる方はここで作られてもいいと思うんですけど、ここで作るとかなり油まみれになります。断面真っ白みたいな。だから僕のおすすめとしては、一番頭側じゃなくて、こっからここら辺で作った方が失敗は少ないのかなと思います。よし、じゃあ先お肉にかかりましょう。じゃあまずチャーシュー用に巻いていく前に、ちょっと繊維の方向を揃えたりとか、ちょっと外したい部分をちょっと除去したいので、まずはお肉のお掃除から。外す部分はこれとここです。ここインサイドスカートって言って、みんな大好きハラミ、横隔膜のハラミ、そこと近い部分ですんで、ここもね美味しいので、もちろん取っておきましょう。じゃあまずインサイドスカート。ちなみに牛肉とかだと、ここももっともっと大きく脂も乗ってるので、結構焼肉屋さんなんかだと並カルビーとかで売られてるんですって。お店にもよるでしょうけど、引っ張ってペッペッとやると簡単に剥がれますんでね。はい、インサイドスカートゲットで、続いてここはあれですね、焼肉屋さんで中落ちカルビーとして売られてる場所、牛肉であれば。ここも美味しいですよね。でもチャーシューにするってなると、これがあると巻きづらいので、でもね、チャーシューの間に隙間ができちゃうので、渦の中になんかチャーシューの良さが出ないような気がする、僕は。じゃあちょっと表面整えて、でここもちょっと油多いな、インサイドスカートの下、ここも軽くお掃除して、今日はこんな感じで。じゃあいよいよこちらはチャーシューにカットしていくんですけど、僕だったらこれは4等分かな。でっていうふうに僕は切っていくんですけど、僕のチャーシューはこんな形をします。ちょっと小ぶりです。なんかよく一般的にこっから一気にぐる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 っと巻くタイプのチャーシュー。僕がこっちにしない理由としては、一個一個がちっちゃくなるので扱いやすいっていうのと、あとくるくる巻かずにこの段階でギュッと縛ってあげた方が、なんか中に空洞ができにくいのかなと思って。中に空洞があるとそこから煮汁が入って赤身から水分が抜けちゃうので、一応それ防止でやってます。じゃあ、あとはこちらを巻くだけ。まずは紐の上にセッツ、このキワッキワのところを。でもって忘れ物必ず軍手、結構糸で指切りやすいので。じゃあまず一番端っこを肩結びでギューッと脂身にめり込むまで。じゃあこっちで1回2回くらい巻きつけてギュッと締めながら、あとは一気に反対側にこちらもギュッと締め上げながら。でこの時
糸を巻く感覚なんですけど、あんまりギチギチに詰めすぎると、これ最後糸を外す時にこの美味しい脂身ごとベリベリベリって生えてっちゃうので、ちょっとこのくらいのスペースを空けていいと思います。じゃあ一番最初に肩結びしたこっちの片割れと出会いましたら、2人は固く結ばれる。チャーシューとロマンチックですね。これで1個出来上がり。あとはこれを無限に繰り返すだけですね。ではまた後ほどお会いしましょう。こちらがチャーシュー用で、インサイドスカートで中落ちカルビで、こちらの中落ちカルビはまた後ほど使います。こちらは副菜ですね。出番が来るまで冷蔵庫で待機。でこちらは今日は食べないんですけど、焼肉のタレでバーっと揉み込んでもらって食べる直前に、であとはこういったもので焼きながら焼肉感覚でお楽しみください。ここもすごく美味しいんでね。そしたらまずは一度沸騰したお湯に、豚バラ肉ダイブ。こちらはまずアク抜きですね。であんまり長いこと入れちゃうと、こっちのスープに入れようと思っていた豚の香りとかそういったものまでがっつり抜けちゃうような気がするので、そういうな再沸騰してから約5分。はい、OK。で今アク抜きに使ったこちらのお湯、これは正直賛否分かれると思うんですけど、僕はこのお湯結構料理に活用したりします。ちょっと飲んでみて臭みよりも豚の香りがするって感じる方はぜひ使われてください。では続いてこちらを焼き付ける工程へ。本当はラードがいいんですけど、ちょっと今ラードを切らしているので、今回はサラダ油でわりかしたっぷりめに入れてもらって、こちらは揚げ焼きの要領ですね。チャカメカファイヤーで、この作業は結構油が跳ねますので、くれぐれも焼くのにご注意ください。ね、激しいでしょ。全面無事カリッとなりましたらこれで OK。で焼き目はもうこんぐらい結構がっつりいっちゃって大丈夫です。どうせこの後煮込みますんで、この焼き目もね結構柔らかくなりますんでね、この香ばしさが欲しかった。じゃあコンロの焦げ付けの原因になるので、一度コンロの上はきれいにしてもらって、ずんどの中に豚バラ肉投入。ただいまこの中には夢と希望が詰まっております。でラーメンだったらもうこのままスープ炊き始めるんですけど、今回あくまでも鍋スープですんで、ここでニンニク、これが1株分ですね。これを香りが出やすいようにピキャッと潰してから、はい、お鍋にダイブ。一応臭み消しとして、あとは火にかけて、多分またアクが出ると思いますんで、そのアクを取りつつ、煮込み時間は再沸騰してから100分。多分いつもと違ってバッカバカ沸かすので、多分120分とか茹でちゃうともうチャーシューが原型をとどめなくなりそう。だからちょっと短めの100分で。じゃあ今こちらのチャーシュー入りスープを煮出している間に、ちょっと2つほど作業を終わらせたい。1つ目、こちらのインサイドスカート。ここも今回食卓に並べたいので、ちょっとこちらを調理したい。じゃあまずはちょっとみっともないので、軽く形を整えて、で繊維の方向的に最終的にこう切りつけたいので、こういうサイズ感で、でこっちの筋というかこの油っぽいところ、ここはどうしましょうかね。適切な使い方がわからない。でもラードは取れそう。で今回はこちらのインサイドスカートを西京焼き、そちらにしていきたいので、パパッと西京味噌合わせ。それでは西京漬けに使うお味噌たちをせーの。こちらから白味噌、日本酒、お砂糖で、今回の分量が大さじ1、小さじ1、そっち系の体積ではなくてグラムです。そのグラムで2対1弱1弱です。一応具体的な数字としては 600g、250g、250g あります。で僕は西京味噌作るとき、結構玉味噌っていう卵黄とか白味噌、そういったものを混ぜ合わせたものを使うんですけど、ちょっとそっちは時間がかかるので、でもって今回こちらがメインではないので、すごく簡単に作れる方で、もう作り方は全部これを混ぜ合わせるだけ。で密閉できる容器に今回の合わせ味噌、これをうっすらと引いて、でキッチンペーパー、そしてお肉を重ならないように、で
でキッチンペーパー、お味噌。この豚肉に直接お味噌をつけたくないんですよね。どうしてもお味噌焦げやすいので、お味噌の風味だけを移したい。よし、これにて完成。あとはこれを冷蔵庫で寝かせるだけで、一応食べ頃としては翌日なんですけど、今回漬け込んでるインサイドスカートそんなに厚みもないので、多分 5,6 時間ぐらいで浸かるんじゃないかな。で続きまして、今炊いているこちらのスープ&チャーシューのうちのチャーシュー、こちらがもうすぐ茹で終わりますので、そのチャーシューを漬け込んでいく醤油だれを作りたいというわけで、その醤油だれに使う材料たちをせーの。こちらからお酒、濃い口醤油、みりん、ザラメで、今回の分量がこちらから3対2対1対1です。でまずお鍋にザラメバラで火にかけて、ちょっとザラメを溶かします。溶かすというかカラメル状に一度します。こちら非常に熱いので、また肌につくとベターっとくっつきますんで、くれぐれもやけどにはご注意ください。甘く香ばしい香りがしてきた。じゃあザラメも全部溶けて、プリンの底のカラメル、香ばしい香りがしてきたタイミングで日本酒投入。ただめっちゃ跳ねますんでご注意ください。で一度ザラメ固まっちゃうんですけど大丈夫です。また溶けますんで。じゃあ同じくお醤油、みりん、あとはここにお好みで潰したニンニクと生姜スライスで、今こちらの塩分濃度的に、お醤油が 13% とかだから今 5% とか 6% そのくらいになってるので、これの塩分濃度をだいたい14から15ぐらいにしたい。ということはこちらは半分になるまで煮詰めます。ちょっと時間かかりますけどね。でなんとですね、僕がチンタラやってる間に、チャーシューが茹で上がりました。でこちらとてつもなく柔らかいので、こういったものですと多分つかめないと思います。なのでどこのご家庭にもあるであろうこちらのチャーシュー用のトング、こういったものをお使いください。でもしなければ僕のおすすめはこのバットでこうすくい上げることです。よいしょよいしょ。でちょっと乾燥しないように軽くラップをふわっとかけて、チャーシューの漬けだれそちらができるまでちょっと待ってましょう。でこちらの寸胴の中は今だいたいメモリーが7リッターぐらいですので、これを3リッターのところまで煮詰めるだけ。はい、待ちのお時間です。じゃあ先にスープの炊き上がり。はい、これにてスープの煮出し終了。こちらから1回目2回目3回目ですね。でこちら冷蔵庫に直してたのでもう冷えて固まってプルンプルンになっております。じゃあこちらを一度きれいにしたお鍋に、まとめて、これで完成なんですけど、3つ合わせたものを見てみてちょっと粘度が足りないなってことであればちょっと水分飛ばしてあげてください。で逆にドロドロしすぎだなと思ったらお水を加えてください。でこちらの漬けだれも無事完成しましたので、漬け込む時間としては確か夢方さんの方が15分くらいだったので、僕のは30分ちょっと漬け込んでいきます。はい、冷蔵庫。じゃあこの漬け込んでる時間ちょっと暇なので、今回のこちらの西京焼き、ちょっとこれだけだと彩り的に寂しいのでちょっと横に添えたい、ちょっとグリグリしたものをってなってくると、もうこの時期だけの贅沢銀杏、こちらを焼きたいというわけでちょっと脱線タイムに入ります。で早速割っていきましょうか。銀杏をこういう工具があると楽ですよね。でもしご自宅にこういったものがなければ、このとんがってる方を上にして大きめの硬いお皿でってやってもできますんで、くれぐれも自分の指は叩かないようにね。じゃああとは銀杏剥いて、もう容量はピスタチオで、ここからまだ残ってるこの薄皮、これを取りたいので、はい、ガムテープ。このガムテープをペタペタくっつけるだけ。これすっごい早いんでおすすめです。じゃああとはこれを竹串に打って、あとはこれを焼くだけ。でお次がカブ。じゃあまず茎落として、茎は茎でザクザクザク。これはまた後ほど。さすがにこのサイズ感はちょっと皮の繊維気になりそうなので、でもってカブの繊維って結構繊維の強い部分が奥までいってるので、気持ち厚めに。
剥いてあげて、でもって皮は皮で適当にザクザクっと刻んでもらって、これはこれでまた後ほど。んで、カブ本体。カブのいい香り。あとはこれをじっくりじっくりグリルするだけで、こちらの茎と皮、こちら両方とも塩打って一度塩もみで、皮はものの30秒で、茎はものの 2,3 分で。特に皮からは結構しっかりと水分が出てきますので、この臭みを含んだ水分&表面の汚れを一度水洗い。じゃあどうしようかな。じゃあ茎の方は塩昆布と軽く薄口醤油と、あとごま油、これでちゃちゃっと和えちゃって、これで即席おつまみ。んで、こちらにはポン酢、これで約一晩つければかぶの皮のポン酢漬け完成。簡単ですね。じゃあこちらのチャーシューも、だいぶいい感じに染まりましたので、一度この煮汁を切って、でこちらの煮汁が今回のこちらの豚骨スープ、そちらに加える返しになります。でこっちのもう染まったチャーシューは今ちょっとプルプルでも今扱えないので、一度こちらを冷蔵庫でキンキンに冷やします。それでようやく扱える。次、じゃあ仕込みは次で最後かな。お鍋用のお野菜。じゃあまず人参。まずはこちらを五角形にしていただいて、で全ての辺の真ん中、この真ん中に切り込み2ミリ3ミリくらい、だいたいこのくらい切り込み入れ終わったら、ここの頂点からちょっとカーブを描いて、この切り込みの末端に向かって切り進めてもらって、次はこれの反対逆側も同じように全ての角を取ってあげれば、ちょっとお花っぽいっていうか星になったら、あとは微調整していただいて、全体的な曲線美を出してもらえれば、ペタッピですけどお花。いやーかわいいね。んでこっちの子たちはちょっと細かくしておいて、こちらはまた後ほど。続いてしいたけ。まず石突き外して、んで軸外して、んで飾り包丁、もちろんここも細かくみじん切り。もちろんこちらの軸も。これもまた後ほど。んで白菜、今日は丁寧に全部蒸しちゃって、中心部分はこのまんま芯を外してもらって、ここは柔らかいのでザクザクザクで、めくった方は白きところと青きところに分けていただいて、こちらは火が通りやすいようにそぎ切り。
でこっちの葉の方は適当にザクザクと。じゃああとこれをさっと水洗いして、で僕の大好きな小松菜、お尻のキワキワを落として、あとはもう適当。でぶっといおネギ。でこちらはちょっと締めに使いたいので、白髪ネギにしておいて、でこのネギの頭も使いますので、こちらはみじん切り。でお豆腐、今回の焼き豆腐ですね。じゃあ具材のお野菜とかそこら辺はこれにて終了ですね。おい。じゃあ今回の調理編ももう佳境ですので、もうちょっとお付き合いください。今出たこういったちょっとした端材たち、この子たちも美味しくいただきたいので、いつものことながら肉団子作りに参ります。では今回のお鍋の具材となる肉団子の材料たちをせーの。こちらから豚ひき肉、生姜、いろんな野菜のみじん切り、玉もと、片栗粉、薄口醤油。で今回の分量がこちらから 350g1 かけ適量1つまみ 70cc1 個大さじ3小さじ 1.5。何分端材なので特にこの中心とか特に分量とかないんですけど、このお塩、サラダ油、卵黄に関してはもういつも通りの玉元をですね。肉団子ふわふわの素です。じゃあまずはパパッと玉元作りから。で結構こちらの玉元失敗しましたっていうお声結構聞くので、もうちょっと僕なりのコツ、まずこちらの卵黄しっかりと綺麗に卵白を取ってあげること。なんか雑に卵白を切っちゃうとなんか失敗するような傾向が僕はあります。でお塩一つまみ入れた後、一度ここでよくなじませてあげること。ちょっと意識的に音下げます。皆さんの端末は正常です。でこのねちゃっとした状態から始めてあげると失敗しにくいかな。あとは最初の一発はちょこっとだけ油を入れてしっかりと攪拌。一発目で結構もったりとしてくれれば OK。 あとはこれを繰り返すだけ。ただ一番失敗がないのはハンドミキサーを使うことです。最終的にだれてこなければ OK。 じゃあまずひき肉だけこねて、無事ねっちょりしてきたところでその他もろもろ加えて、でよく混ぜ合わせて、ここに今回の玉元、これを加えたらさっくりと。で今回はこちらを直接お鍋の中にポイッと落とすような感じで。で僕完全に忘れてた西京焼き。意外といい感じに使ってる。なんだかんだ一晩経っちゃいましたからね。余分な水分抜けてキュッと締まってますね。お味噌がつかないように慎重に慎重に。じゃあもうせっかくなので西京焼きというか焼き物もう仕上げちゃいましょうか。じゃあまず銀杏で、銀杏火が入ってきますとこう透明感のある翡翠色、この色で変わってきますんで、これを目安にこの色を見ると秋だなと思いますよね。よし、これで銀杏焼き終わり。じゃあ続いてカブで、カブはちょっと弱火でじっくりと。で無事こんがりで焼きましたら片方はそのまんまで、こっちは今回の西京焼きに使ったこちらの西京味噌、
こちらを塗って、んで炙って、でごまを散らせばかぶの田楽風。じゃあラスト豚肉。やっぱ西京焼きはこのお味噌のちょっと香ばしい香りが美味しいので、わりかししっかりめに、ちょっと黒くなるくらいに。ああ、こういう感じ、こういう感じ、こういう感じ。じゃあ先に西京焼きは盛り付けちゃおうかな。これはさすがに食べにくいので、食べやすくカットしてあげて、でかぶを普通に焼いた方はお塩の上で、こっち田楽の方で銀杏、これは当然お塩で、何もあしらいがないのはさすがに寂しいので、ちょっと端かみで、色合いが寂しいので菊の花びら。焼き物盛り合わせ完成。じゃあいよいよあとはこちらの断肉式ですね。無事キンキンに冷えましたね。でもちょっとその前に、ちょっと今回の返しと今回のスープまだ合わせてないので、ちょっと確認。美味しくない皆さんこれ美味しくない。甘すぎる。ものすごくバランスが悪い。確認しておいてよかった。ちょっと返しだけ作ります。こっちはなんかお煮付けに使おうかな。じゃあまず濃い口醤油と薄口醤油を1杯ずつ。で酒とみりんも1杯ずつ。あとはここに丸ごとニンニク、皮ごと潰してっぽい。あとはこれのアルコールを煮切るだけで、以前測った時このアルコールを煮切った状態でだいたい塩分濃度 10% 前後でしたんで、この開始1杯に対してスープを8杯から9杯くらい、そのくらいの割合でいいのかなと思います。では煮切り終わるまでせーの。はい、これで開始完成。で以前1回こちらの返しとスープをもうあらかじめここで合わせといて、で食卓に持っていくってことをしたんですけど、その時なぜか分離しちゃったので、このラーメンのスープが今回食べる直前にこちら合わせようと思います。なのであとはいよいよ断肉式だけ。それでは参ります。そしてこちらを切るときはパン切り包丁がおすすめです。あー素敵で、僕のチャーシューは薄く切れば薄く切るほどふわふわになりますんで、薄く切るように心がけていただければ。ちなみにこちらの糸の切り方なんですけど、僕と全く同じように結ばれているんであれば、この結び目を上から見たとき、結び目がこうなってると思います。ここの黒いポッチを結び目とすると、こういう風に3本の線が出てると思います。この3本のうち、ここの2本まとめてバスンと切っちゃってください。でバスンと切った後に、この青い糸を持ってもらって、そのまんまピーッと糸を外していってください。すると綺麗に剥けますので。でちょっとこのまんまだと彩りが寂しいので、柚子とこのかわいいラディッシュ。ラディッシュって大きくなるとこうなるんですね。で冷蔵庫に余ってたほじそ。これにてチャーシュー完成。かぶの葉の和え物とお漬物完成。というわけで、これで豚骨鍋お一人様用セットの出来上がりです。では実食編へ行こう。というわけで完成。
ちょっとテーブルが狭くて乗り切らんもんがいっぱいあるんですけど、全部このテーブルの下の4次元ポケットに収まっております。でまた後ほどすぐに豚骨スープも持ってきます。てなわけでして、いただきます。おお、すきっ腹にくる。じゃあまず今回のスープ、こちらをもう作っちゃいましょうか。じゃあまず返しでスープ。じゃあ早速鍋を仕上げていきましょう。まずは白菜の白きところで、小松菜の茎、葉っぱ、お豆腐、しいたけ、白菜の葉っぱでおネギ、あと適当でイグニッションで、こっちのチャーシューはもう中までしっかり火が通ってますので煮込む必要がないので、半分ぐらいまで減ったら入れようかな。なのでまだ出番ではないので、はい、乾燥防止。よいしょ。ではこの待っている間暇なので、今回の焼き物をいただきおきましょう。まずはなんて言ったって、はい、銀杏。それと今回もまた帽子かぶりますね。マナー悪いですけど、また調理もありますんでね。そして髪が長すぎてうざいんです。清潔感もないし。これ一口でビール1缶開く。なんで銀杏ってこんなうまいかね。じゃあ続きまして、はい、西京焼きで、一応こちらがインサイドスカートの方で、こっちがチャーシューを糸で成形した後にちょっと端を切り揃えたとか、そういった感じで出た部分ですね、こっちが。じゃあまずチャーシュー側から噛みしめるごとにですね、やっぱ西京味噌に漬け込んで結構水分も出てるので味が濃い。で噛むたびに西京味噌の香りが出てくる。で続いてインサイドスカート。断然こっちがうまい。こっちの方がまず肉の味が濃いのと、もうほんと噛みしめるごとにって感じなんですよ。ただやっぱりこう油脂分とかは少なめなので、そんななんだろう、なんか和牛を食べた時のうわとろける食感とかそういう感じではなく、なんかね、もうソフトジャーキーを食べてるような、噛んで噛んで口の中の唾液に味を出すような感じ。めちゃくちゃ美味しい。どんぐらい美味しいかっていうと、もう今日の動画これでいいんじゃないかなと思うぐらいに美味しい。これは僕の普段のご飯のレパートリーに入れよう。端かみ酸っぱ。カブは当たり前のように美味しい。でお鍋も沸いてきましたね。ちょっとアクは取ろう。てか多分これアクというより豚骨スープの泡なんですよね、多分これ。そんなアクの出るお野菜入れてないので今回これはある程度で。じゃああとはコトコト10分ほど煮込むとして、僕はちょっと銀杏を堪能して、よいしょ。カブの茎の和え物にも手を出しちゃって、もう当たり前のように美味しい。確実に美味しい味の組み合わせ。大変美味しゅうござんした。今日は副菜が豪華ですね。こういうのが幸せ。このお漬物めっちゃ美味しい。すんごい柚子。でも心の残りがはちゃんとカブ。アクとかえぐみもない。日本酒が飲みたい。じゃあもういいんじゃないかな。ほっほっ。じゃあまずスープから。うまい。めっちゃうまいやんこれ。マジでこのスープ、豚骨鍋スープとしてどっかで買いたい。やっぱ味付け的にこう柔らかい印象を受けるんですけど、背ガラで取った豚骨スープとかよりもやっぱ豚頭なんで芯が太い。そして野菜の甘みが入ってさらに美味しい。白菜シャキトロ、小松菜シャキコリ、しいたけ香り爆弾、最高です。
やっぱスープがうまい。で、ちょっとすいません。今もうお腹ペッコペコなので、ちょっと一旦黙ります。半分だけ食べるつもりがほぼ全部終わっちゃいましたね。でも今これが後期。いってらっしゃいチャーシュー。このスープの中にこれでもかと並べて、というか浮かべて、このチャーシューがぬくもれば OK。 まあまあビールでも飲みながら。もういいんじゃないかな。もうこれは箸ではつかめませんね。なのでお玉を使って優しく、はい、拾い上げて、もうマジで物理耐久力ゼロ。もうこのお鍋の具材として成立してないこの感じがいいんですよね。んで今回のスープもしっかりとザバーいただきます。一応今こんな感じです。もうこれは飲み物です。もう咀嚼の必要がないですもんね。多分これに一番食感が近いものといえばお麩。今回の豚バラ肉を使ったこの脂身の多いチャーシュー、炙りだとかなりくどいんですけど、ほんとラーメンみたいにこういったスープの中に入れると全然くどくないんですよね。これ何なんだろう、本当に不思議。これはもう本気で離乳食レベル。ただ救いづらいのだけが唯一の弱点。じゃあこの隙に第2陣作り置きます。これ2回で終わるかも。くそ、第3陣がなかった。もっと用意すればよかった。はい、お野菜完売。じゃあ煮えるまで自分の時間。はい、ここからは芋焼酎にチェンジ。今日は砂糖ですね。やっぱ佐藤さんは美味しいね。なんというか野球で言うなら右の本格派って感じ。よっしゃ、では第2陣も完成。うわ、ほんとお鍋っていいっすよね。野菜がいっぱい取れる。食物繊維。スープがまた甘くなった。やっぱ鍋の本領発揮は第2陣からですよね。あんめー。何回食べても色あせないね。うまいわ。ではちょっとこれから全然変わり映えのない映像が流れますので、ちょっと早送り。じゃあこの辺で僕が何気にすごく楽しみにしている、はい、豚つみれ。これは美味しいでしょうよ。はい、いってらっしゃい。きっとこれは美味しいはず。で、だいぶプカプカと浮かんできましたね。でもやっぱこうなるんですよね。白濁としていたスープがちょっと変わってくるんですよね。なんかこう分離するというか。で、以前コメント欄で教えていただいたんですけど、なんかタンパク質のなんとかっておっしゃってました。ちょっと記憶が。とりあえず肉団子茹で上がり。そしてこのスープも絶対美味しくなってるはず。さらにパワーアップした生姜とかそういった肉団子の香りががっつり入りましたね。ほぼほぼ完成形です。ちょっと色味が悪いのがね残念ですけど。ふわふわ。やっぱね、このつみれに関してはですね、今結構スーパーなんかでもパックに入った鶏つみれとかあるじゃないですか。
あとは入れるだけみたいな。そちらも美味しいんですけど、やっぱりね、自分で作るこの玉元入りのつみれのふわふわ感、この食感と比べちゃうとやっぱ硬く感じちゃうんですよね。やっぱつみれは自分で作る方が好きだな。で、生姜の香りと一緒にこのネギの香りがいいっすよね。やっぱつみれって本当に美味しい。で、今回も端材として人参とかも入りましたけど、この人参のコリッとした食感とか、椎茸の軸のコリッとした食感とか、そういったものが本当に心地よい。この中には全然入ってないですけど、なんか軟骨入りつみれを食べてるような感じ。お酒と合わないはずがない。では大変名残惜しいですけども、次でお鍋はラストですね。その後に最後の締めと参りましょう。ただその前にちょっと分離しちゃったので、新たに返しと、はい、豚骨スープ。よし、これでまた濁ってきた。じゃあチャーシューいってらっしゃい。で、ここがチャーシューのトロの部分ですね。チャーシューの端っこです。ここが美味しいよね、チャーシューって。自分でチャーシューを作ったものへのご褒美がここ。あとは油が透明になるのを待つだけ。よいしょよいしょよいしょ。じゃあまずここいっちゃいましょうか。チャーシューの端っこ。やっぱここ美味しいね。ただやっぱりここの端っこって一番最初に綺麗な麺を作るとか、どうしても最後ら辺って薄く切れないので、やっぱ薄く切れない分やっぱちょっとこう繊維は感じますよね。伝わらなかったらごめんなさい。まあでもこの繊維感がちょっと肉々しさがあって美味しいんですけどね。やっぱこの繊維の方向を気にしながら薄く切った方っていうのはまあジュースなんですけど、こっちはお肉。どちらもこうつけがたし。でもやっぱ1個食べた時の満足感、こっちが大きいですよね。じゃあここからは先ほどと全く同じ映像が流れますので、締めのお時間までちょっと早送り。それではお待ちかねの締めのお時間です。まずご用意いただくのは冷凍の焼きおにぎり。これをポイ。あとはスープ注いで、おネギ、仕上げにあられ。はい、豚骨茶漬け。おにぎりほぐして、最高にうまい。ただちょっと煮詰まって塩分が強いので、はい、スープ。あともう一杯いただく予定なので。これはあれだな、ビールだね。すごく罪深い味がする。じゃあラスト1杯。全部飲み干したいけど塩分が、僕の腎臓が死ぬ。そしてではここからはいつものごとくレッツラストスパート。ごちそうさまでした。いやー、うまかったね。もう今回何もかもが美味しかったね。特になんかあそこがダメだったっていうのは特に見当たらなかったかな。まだ僕の力量ですと
いやもちろんチャーシューももう飲み物だったし、お鍋もすごく美味しかったし、ただそれよりも西京焼きが美味しかった。多分プライベートでもう一回作ると思いますっていうところかな。ではまた次の動画でお会いしましょう。ではバイバイ。